それではダイビングペンシルの、通り一遍的な使い方だけじゃなく、かなり踏み込んでいったらかなり広い範囲で、魚に反応させることができるので、ちょっと踏み込んだ説明をしてみたいと思います。それじゃダイビングペンシルの、バリエーション、まずロングジャークからいきます。これロングジャーク、僕が今ロングジャークとしてるところはリールをジャークして、ロッドでジャークして、ペンシルが水の中に入ってからリールを4回巻きます。ロングジャークいきます。はい、ロング1234 1234 1234 1234 1234。はい、次が、ショートジャーク。ちょっとでもいいところでルアーの移動距離を少なくしたい時のショートジャーク。リールはほとんど巻いてない。これね、ロングジャークで魚が出てきた時に食わせる時にこれ有効。これをすると食うてくれたりします。今のジャーク2つにも欠点はあります。まずロングジャークは、就業能力は高いけど乗せにくい、下手こかれることが多い。で、今度ショートジャーク、これはいろんなところを探りたいのに一回一回時間がかかりすぎるんで、一応僕は標準的なジャークをロッドティップを入れてからリールを巻くのが2回巻きながらティップを動かしていく。で、あと半回転か1回転、ここにあるフケをちょっと迎えに行ってまた2回転という形。ちょっと、僕の動作と一緒に見てください。ミドルジャーク、ステイの間合いも含めて基準の引き方としてるのが1212 12 12 12 12これぐらいの場合を僕は基準としてます。で、これ以上にあとは何が違ってくるか言うたら、ここでちょっとステイのことも言うときますが、ステイの間、1、2で動かした後、長い時やったら3秒待ちます。1、2、1、2、3、1、2、3、1、2、1、2、1、2、このぐらいの間合いで引くのが一番ノリがいい。ミスバイトというのがあまり今の標準の動きではないほどです。このまずミドルジャーク3番目になってしまいましたけど、これを一番基本としてこのリズムで初めに多分教えたと思うんですけど、一番初めのダイビングペンシルの引き方をこのリズムで練習してもうとくのが一番いいと思う。このリズムで練習できたらあとはちょっと速くする、ちょっと遅くする、ロングにする、どんなバリエーションもできる。だからこの、ミドルジャークは一番大事に練習してほしいジャークです。今まで説明してきたのはジャークの長さ、ロング、ショート、ミドルとジャークの長さで説明してきましたけども、今度はちょっとロッドワークも違う形で、ダイビングペンシルなんですけども、ポッパーの力、泡の力もかなり使いたい時、泡の力もやっぱり強力なアピールです。それを使いたい時用のポップジャークと僕は勝手に名付けとうけどね、ポップジャークをちょっとやってみたいと思います。これはね、初めに言うてたんとは違って、逆に勢いよく水の中に叩き込むように
ダイビングペンシルの頭を入れていきます。ちょっとでも泡を引いとんを見てもらえるかな。泡が今でもこの軌跡の中に泡と反転流がずっと出てると思うけど、この泡自身が結構、これはアピールになります。でね、もしステイ長めも意識せんと、とりあえずアピールしたい時、海面がチョッピーになったり、荒れたりかなり暗くなったりした時にルアーの存在をアピールしたいという時の今度ポップジャーク。自分の体で手慣れてきたら、こういう乱暴なロッドワークをしても全然今度ちゃんと泳がせられるようになってくる。いろいろ難しいことばっかり言うてきたよね。でね、初心者の人でも一番できやすい、ミスダイブが起きやすい人でも一番できる、巻き方、ダイビングペンシルのお仕事のさせ方やりたいと思います。それはただ巻き。特にこれはスキッピング効果でなってミスダイブになっても構わへん。これ今水の中入ってへんよね。せやけどこれ三角形の波引いてるよね。この波を引いとうこと自身にが強うて、これで波の三角形の波の頂点に青ボンがボンと出てきます。こうなっても構わへん。でこれは案外、使う時はベイトが小さい時、このダイビングペンシルの大きさよりはるかに小さい時、小さい魚が移動しているかのような三角波、案外これで釣れるんよ。シイラもメジロもこれでバコバコ釣れました。それとちょっと次はハイレベルなただ巻き。これは初めはダイビングペンシルを使う時と同じように、この老けてる時からリールを巻きながらいきなりロッドで水の中へ入れてそのまま巻く。でストップ。でまたいっぺんに覚えようとせんでええよ。難しいけど、ただこういうことがあるということだけ頭に置いてもうとって、魚が釣れへんな、どないしたらええんやろうと磯やら堤防で思った時に試してみて、いろんなこと試してみて、そこでもし魚が釣れたりしたらそれで、また一つ覚えたことになるやろうし、頭に置いといてもらうだけで構わない。一生懸命練習してもらうのは初めに教えたダイビングペンシルの引き方。スーッと入れて、あとはフケをしっかり作るという、その入れ方を練習してそれをマスターしてください。でこれ今僕が説明したやつは各人それぞれで構わへん。ただこういうバリエーションでこういう考え方で、このダイビングペンシル一つでこれだけ効果的で、こんなことがいっぱいできるから、このルアーは万能みたいな形で一番長い時間これを使い倒していることが多いというのがそのゆえんです。絶対なんか魚が釣れへん時には自然にそれが必要となってくるから、そこの中で覚えてもらえると思います。以上で、ダイビングペンシルの、操作の仕方、これで終わります。